じゃあもうちょいスライス取って。ロープ上げとってくれんか。はい。よし。あ、下ろした下ろした。はい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 。吉永さん、3回目の撮影ですけど、はい、よろしくお願いします。お願いします。この間神楽見させていただいたんですけど、神楽を踊るって言わないですよね。舞うですね。舞うっちゅうんですよね。はいはい。待ってらっしゃいましたけど、はい、これ歴史どれぐらいあるんですか。結構何百年かっていう話。何百年かですね。はいはい。結局その天照大神を出すためにいろいろこうやるんでしょうけど、それにつけてそのいろんな神様のことを呼び出したりとか、そうやったりとか、それとか農産物が豊作になるようにとか。あれ難しいとこってあるんですか。難しいっていうか、覚えるのが大変ですかね。同じことのような感じがするんですけど、結構こう形が昔から厳しく言われてて、で失敗をすることはあるんですけど、その型に準じて、今度国の指定文化財になるみたいなんですけど、それは昔からやってることがずっとこう変わらなくやってるんで、それが評価されたんじゃないですかね。いや、私も聞きましたけど、昔からあんまり変わってないんだっていう、そのまんまっていうことですね。あれ33番まであるんでしょ。そうですね、33番で今年は何番とか、また次の時は何番とか違うんですか。いやいや、もう毎年ずっとそれをその番数を待ってるんです、ね。そうなんですか。それを回らんといかんじゃないですかね。やっぱもうね、大変なんですけどね。維持していくのは大変だと思いますよね。でもお役目でしょうから。いや、お役目かと思いましたけど
工場、はいはい、こうなんとかなんとかでとかこう言いましたわ、はいはい、吉永さんがあの意味っていうかな、まあ自分もはっきりわからないんですけど、南側神楽は神仏ですね、神と仏が一緒になってるんですよ。でそれでこう意味合いもいろんな天照大神が出てきたりとか、まあ、そういう仏教関係の言葉が出てきたりとかするんですけど、そういう関係でなってるんじゃないですかね。かっこよかったですよね。いや、そうどうかしら、いい感じだった。まあ、今度撮ってもらって初めて見たんですけど、まああんな感じなのかなと思って。いや、いい感じではい、よかったと思います。話を林業に戻すするんですけど、これ見た通り、まあ機械がね、はいはい、昔話もしていただきましたけど、はいはい、昔は大変だったっていう、はいはい、もうそれをほとんど機械がやると、はいはい、こう社長のやっぱり細かい指示がいっぱい出てますね。まだグラップル旋回、まだ旋回、まだ旋回、はい、それで入った。あと何本ぐらいか。その勝どきの上辺ぐらい、工事かの上辺ぐらいまでは倒しても大丈夫と思うよね。はい、それしとけよ。それ浮かしとけ。チーッと外側に振ってみよう、外側。こっち側に。はい。そんくらいでいいが、そんくらいで。まあ一番はその怪我をしないようにと、事故が起こらないようにっていうことが一番ですので、まあそれを重視して朝もミーティングするんですけど、もう一人一人こういろいろ自分の今日の仕事に対して内容が決まれば、それに対してどこを気をつけるかとか、こういうふうにやるとかっていうミーティングはちゃんとしてやってますね。ちゃんとしてますよね。いや、それがもう今もうやらないと、林業は結構事故が多いんで、そういうことではもうちゃんと気をつけるようにはしてます。で先ほど話してたんですけど、女性の社員の方がいらっしゃる、であの方が入ることによってなんか雰囲気が変わったっていうんですよね。ですね。やっぱこう男だけだともう無理やりこうやったりとか、力ずくでこう力ずくやったりとか、そういうことが多いんですけど、やっぱ女性が入ると、それなりに何ですかね、楽にっていうか、女性でもできる仕事を考えたりとか、そういう仕事の仕方を考えたりとか、まあ丁寧にやるっていうことをやったりとかするんで、割ともうその機械でも傷まなくなったりとか、そういうのは面ではよかったのかなと思ってます。で女性が入れてくださいと、私山仕事したいですって来た時に、社長抵抗なかったですか？いや、まあちょっと大丈夫かなっていう感じはしたんですけど、でもやっぱ本人の意志が固かったし、まあこういう男のたちの中でようやっていくなと思いますわ。だから本人もまあそういう意思があったんでしょうけど、林業がしたいっていうのは。なんか東京出身の方らしい。東京から来られて、最初は諸塚の方でいろいろこうなんですかね、役場の仕事とかしてたんですけど、まあ林業がどうしてもしたいということで、うちの方に入社してくれました。白羽の矢が立ったんですね、社長。どうかしら。無線で指示飛ばしてた時に、私一番心配したんですけど、これ言葉の壁みたいなのなかったんですか？いや、まあそれもあるし、もうちょっと柔らかく言わないかんかなっていう感じはあったんですけど、まあついつい厳しいことを言ってしまうんですけど、それをまあちゃんと対応してくれる、まあ本人たちもやっぱもう一番は事故になったりしたらいかんからということで、そこら辺は了承してもらってますね。なるほど。通じてるということですね。社長がこう右とか左とか言っても、今のが引っ張れとか言ってもちゃんと伝わってると。何年ですか、彼女？3年4年目じゃないですかね。
プロですね。まあプロですけど、まだまだですね。まだまだですか。はいはい、まだですか。これからですよね。ああ。でもう一人なんか若い方がいらっしゃるっていう。はいはい。まあ去年かな、去年入ったんですけどね、4月から。社長のとこはなんか人に恵まれてますね。いやいや、そういうことはないけど。全体的にはまだ足りないですか。いやいや、もう今ぐらいで、あと1人か2人いると、まあもうちょっとこう、余裕が出てくるんですけど、まあ今ぐらいで十分ですね。なるほどですね。さあ、こう林業業界もいろいろ言われてるんですけど、社長としてはこの世界、林業っていう世界をどういうふうにイメージしてるんですか。どうしたいとかあります？まあなかなかこう、自分が入る頃は機械とかなくて、ほとんどこう人力でやってたんですけど、機械が入ってだいぶ楽になってきたんですけど、逆に今度は経費がこういろいろかかったりして、大変なんですよ。機械もそうなんですけど、1台が1000何百万っていう機械なんで、そういう世界ですもんね。やっぱそれとはそういう感じでこうやっぱ機械化をすることによって経費も結構かかるんで、これからまたちょっと違った方向でもう林業ができるっていう形もこういろいろ考えてるとこですね。じゃあ取材続けますんでよろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。